すげえ。どうも。今回は宮崎県延岡市にある九州百名山の一つ、比叡山に登ってきました。この山最大の魅力は何といってもこの岩壁。比叡山の花崗岩の岩壁は全国のロッククライマーが憧れる聖地で、大桑山、鉾岳と合わせて九州三大岩場と呼ばれています。今回は一般登山道からその魅力をお伝えしていきたいと思いますね。ではアクセスから見ていきましょう。Google マップをご利用の場合は、比叡山駐車場と検索すれば、比叡山南登山口駐車場と比叡山駐車場トイレという場所がヒットします。この2カ所は非常に近いので、どちらでもいいと思いますね。ちなみに最寄りのコンビニまでは車で約30分ありますのでご注意ください。ではコースの説明です。スタートは千畳敷登山口からです。まずは比叡山に登り、そこから最高峰の比叡の山まで縦走。帰りは南側登山口へ周回する人気のルートです。距離は 5.4 キロ、コース定数は17、平均タイムは4時間30分となっております。では見ていきましょう。8月の中旬、登山開始です。南登山口駐車場からスタートします。見上げると目的地の比叡山が目の前にそびえ立ってますね。そして左手に見えるのが八幡岳。この辺りの山は本当に独特な佇まいですね。面白いです。2、3分でトイレ側の駐車場に到着です。ここにある木彫りの像、味があっていいですね。登山口は道路沿いにあります。登山口から少し進むとすぐに千畳敷展望所です。めちゃめちゃ犬に吠えられたので景色を堪能できませんでしたね。今思うとあの犬たちはこの山で体験する苦難を暗示していたのかもしれません。これはまだまだ序盤の映像です。いきなりガレ場っぽい感じですね。前日は道の駅で車中泊してたんですけど、暑さと地元のヤンキーがブンブンうるさくて2時間も寝られませんでしたね。それも相まって序盤からフラフラでしたね。まあ宿代をケチる自分が 100% 悪いんですけど、この千畳敷ルートは岩や浮き石が多くて下りは危険だと思います。安全に周回するには上りは千畳敷、下りは南側登山口ルートがおすすめです。まあ今回のルートですね。踏み跡もしっかりありますし、ロープや矢印の標識もあったりして迷う感じはあんまりなかったですね。これが今回の断面図です。今この辺ですね。ここが比叡山で、ここが比叡の山です。これを見る限り序盤が最も高低差があることがわかるかと思います。相変わらず急登に挑んでおります。ロープが終わると岩に手をかけさらに登ります。この岩場を乗り越えると石碑のある開けた場所に出ました。思わず声が出てしまうほどの素晴らしいパノラマです。水墨画の世界を生で見てるかのような、そんな圧巻の景色でしたね。ちなみにここはロッククライミングのゴール地点の一つだそうです。この道中にもクライマーたちの掛け声が響き渡ってたので、この日も登ってる人がいたんでしょうね。すごいですね、本当に。ではさらに進んでいきます。基本的にはずっと樹林帯が続きますね。では比叡山の由来についてご紹介させていただきます。昔戦争に敗れた一人の高僧が都からこの日向の国へ流されました。その高僧がこの山を見て故郷である京都の比叡山を思い出し名付けたと言われています。その元になった京都の比叡山は織田信長による焼き討ちで有名ですね。実はこの日向の国、現在の宮崎県は当時を代表する流刑地の一つでした。さらに宮崎の山奥には源氏に敗れた平家の落人伝説も数多く残っています。神話と歴史を感じられるのも宮崎の山のいいところだなって思います。そんなことを考えながら登ってみるときっと楽しいと思いますよ。そんなこんなで比叡山山頂への分岐点が見えてきました。
当然山頂の方へと向かいます。山頂付近には奇岩が多かったですね。スタートからおよそ1時間40分、比叡山の山頂に到着です。山頂自体は眺望はそれほどなかったですね。まあ先ほどの石碑がある展望所が素晴らしかったので全然問題はありません。少しでもいい景色をご覧いただこうと岩に登ろうと試みますが諦めました。こういう軽率な行動が取り返しのつかない大事故につながるんでね、ダメです、絶対ね。というわけでさっきの分岐点に戻ってきました。ここからはカランコロン岩の方へと進みます。何のこっちゃわかりませんがカランコロン岩楽しみです。こういったロープ場が結構ありましたね。で、こういった眺望がいい場所もところどころにあります。単調な歩きではなく変化に富んだ道のりですね。楽しかったですね。すれ違った登山者は4名でしたね。そのうち同い年くらいの男性の方と話したんですけど、その方は比叡山が2回目の登山だとおっしゃってましたね。1回目はこの山の近くにある鉾岳に登ったとのことでした。で、その鉾岳で登山にはまったとのことです。これは鉾岳がいかにいい山かを物語ってますよね。心からいつか登ってみたいと思いましたね。はしごが見えてきました。狭い岩の隙間を進んではしごを登っていきます。圧迫感がすごかったですね、ここは。そしてはしごを登りきった先にカランコロン岩と絶景が待っていました。この巨岩の隙間、ここですね。ここに小石などを落とすとカランコロンという音が反響するのがこの名の由来とのことです。すごい景色でしたね。ここと石碑の展望所がこの山の最大の見どころだと思います。カランコロン岩からさらに20分後、比叡山の最高点、比叡の山に到着しました。眺望はこんな感じですね。あんまり良くないですけど、まあ山頂ではよくあることなのでね。この比叡の山っていう名前ですけど、京都の比叡山は古事記の中では比叡の山っていう風に記されているんですね。漢字は違いますが、読み方は同じ比叡の山。偶然にしてもできすぎた話ですよね。こういう発見が登山にはあって、個人的にはグッとくるところですね。本当に面白いです。では下山に入ります。今度はカランコロン岩をロープで登っていきます。疲労困憊で倒れ込みましたね。カランコロン岩に寝そべって空を眺めるのもいい感じでしたね。風が気持ちよくて。実はこの下山で左膝の痛みがぶり返してきまして大変でしたね。最終的には膝を曲げられないほどの痛みが出てきて、このペースでしか進めなくなっちゃいましてね。下山だけで4時間以上かかりましたね。この山の平均タイムが4時間30分なので、まあ相当かかりましたね。ここでちょっとしたお知らせですが、登山はドクターストップがかかってしまいました。大きな怪我ではないのでご安心ください。しばらくは膝への負担を軽減するためにトレーニングと減量を頑張ります。配信の方ですが、しばらくは登山情報の動画をね、作っていこうと思います。紅葉の時期までには登山ができる体になって戻ってきますので、ゆるーくお待ちいただけたらと思います。そんなこんなで南側登山口に戻ってきました。合計タイムは7時間44分。いろんな意味で忘れられない登山になりましたね。道中に素晴らしい展望ポイントが点在していて、ロープ場とか岩場とかね、変化に富んだ素晴らしい登山ができると思います。おすすめはカランコロン岩で寝転がることです。ぜひ比叡山に行ったら試してみてください。登山のレポートは運営しているホームページやヤマップでも配信しています。動画に関するご意見やご感想がありましたらコメントいただけると嬉しいです。気が向けばチャンネル登録もお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。必ず戻ってきます。またどっかの山でお会いしましょう。